狼に育てられた少年が実在するのをご存知だろうか。少年の手足の爪は鋭く尖れ、歯は牙のように発達していたという。そして彼が狼と過ごした期間はなんとアルゴメトリーのケンちゃんです。闇がどうした食い気味でというわけで今回はターザンのように育てられた人間がテーマ。つまり動物に育てられた人間たちが出てくるんです。何らかの原因により人間社会から隔離され、動物社会で育った人間を野生児と言います。動物に育てられた人間でいうとターザンやジャングルブックが有名です。そうね。これらの話は作り話なんですが、この現実世界に実際に動物に育てられた人間がいるんです。今回はね、そんな動物に育てられた人間の中でも超特殊な例をね紹介していきたいと思います。もともと特殊よそれ。実在する動物によって育てられた人間、動物社会で育った彼らの末路とは。消息不明の狼少年。最初に紹介する事例はロシアで発見された狼少年ライカです。狼少年のライカは2007年ロシアにあるカルーガ州の深い森の中で葉っぱや枝で作られた狼の巣にいるところを地元住民に発見され、警察によって保護されたんです。狼によって育てられていた彼は足の爪は伸び放題、鍵爪のようになっており、噛まれたらひとたまりもないほど危険な鋭い歯を持っていました。また食事を与えた際は動物のように手を使わず口でむさぼり食ったと言います。当時の彼を見た警察によると、地元住民にとって明らかに危険な存在だ、狼の典型的な草や仕草をしていたと語られています。発見当初ライカは10歳ぐらいに見えましたが、病院の検査によるとその年齢よりもずっと上であると推定されていたんです。また知性を持ち合わせているようにも見えたのですが、ロシア語も含めどんな言語も話すことはありませんでした。それは彼が10年近く野生で暮らしてきたという事実を物語るものだったんです。病院で検査を受け社会復帰するはずだったライカは保護された翌日、警備員の目を盗み、なんと病院から逃げ出してしまうんです。実は現在でも再発見には至っておらず、未だにロシアの森の中で暮らしていると考えられています。病院の担当員によると、彼に対する全ての検査は終わっておらず、シャワーを浴びせ爪を切ったことと簡単な血液検査しかできなかったそうです。そのため彼が野生に戻ったことで物理的な危険性の他にもウイルスや伝染病の感染源になる危険性があると語っています。10年もね野生で暮らしてたらね、人間社会戻るの結構大変なんじゃないですかこれ。あ、そう？でもなんかこの前逃げ出したライカちゃん猫バス乗ってるの見たわよ。トトロいいな。野良犬に育てられた少年。続いて紹介するトライアン・カルダラーという少年は野良犬に育てられ、2002年にルーマニアのブラショフというところの森の中で発見されました。実はこの少年4歳までは人間の両親から育てられていたんです。しかし彼の父親は家庭内暴力がひどく、それに耐えかねた母親は家を出て行ってしまったんです。その後彼も暴力に耐えきれず家を逃げ出したんです。父親の暴力と母親からも見捨てられたトライアンは、そこから3年後7歳でルーマニアのブラショフで発見されました。発見当初段ボールをシェルター代わりにしていたんですが、くる病、血液不良、負った傷から感染症になっていたんです。さらに彼は栄養出張で3歳児ほどの体格しかなかったと言われています。発見者によると彼のそばには犬の死骸があり、野良犬に育てられていたものと考えられました。よほど食べるものに困っていた彼はその野良犬の死骸の肉を食べてどうにか生き延びていたという悲惨な状態だったんです。トライアンはすぐに保護されましたが、野生の暮らしが長かったためか、当時はベッドの上ではなく床で寝たがったり、異常なまでに食べ物を欲しがり、食べ物をもらえないと怒りっぽくなったそうです。その後2007年にはトライアンは祖父に保護されることになり、小学校の3年生のクラスに入れるほどの人間らしい生活を取り戻したんです。彼は学校のことを聞かれると、絵を描いたり遊んだり読み書きを覚えたりして、おもちゃもたくさんあって食べ物も美味しくて気に入ってるよと答えたそうなんです。犬とかね、狼とかね、人間との相性がこれいいんじゃないですかねこれ。まあでもそれにしてもすぐに人間社会に対応するって子供ってすごいわよね、やっぱ。確かに。続いて紹介するのは猫によって育てられた人間です。猫に育てられた赤ん坊。
2008年、アルゼンチンのミシオネス・クリストキング地区の運河近くにて、8匹のヤマネコに育てられている生後1歳の男の子が警察官により発見されたんです。発見した警察官の話によると、ヤマネコが排水溝付近で集団で寄り添っている姿を見かけたので、珍しいなぁと思い近寄ってみると、その中心にはなんと人間の子供がいて、ヤマネコたちがみんなでその男の子を舐め合っていたそうなんです。ちょっと可愛いですね。医師の話によると、冬に発見された男の子が厳しい寒さの中、無事生きながらえてたのは、ヤマネコたちがこの男の子の周りを囲み温めていたからで、そうでなければ寒さでとっくにこの男の子は死んでいたかもしれないということだったんです。その他にも、ヤマネコたちは持ってきた残飯を男の子に食べさせたり、体をペロペロと舐めてあげていた姿も目撃されていたそうなんです。まさに親子関係ですよね。その後、男の子の父親を無事見つけることはできたのですが、一般的な家庭ではなく、父親はホームレスだったんです。父親曰く、段ボール集めをしている最中に気づいた時に子供はいなくなっていたということでした。いや、ちゃんと見ろや。また、男の子がいなくなる前から、ヤマネコたちは男の子に非常に関心を持っていて、この子を守るような素振りを見せていたと語りました。なぜこのようにヤマネコが人間の男の子を大切に育てていたかというと、イギリスの動物保護団体の話では、猫や犬のあったかいものに集まる習性と、猫の群れは身ごもった母猫に餌を集める習性によるものなのではないかと言います。ヤマネコたちはあったかいこの男の子を身ごもった母猫のように思い、みんなで世話をしてたのではないでしょうか。で、ヤミコさん、次に紹介する動物によって育てられた人間、ね、これ結構珍しいパターンなんですけど、どんな動物に育てられたと思います？珍しい、カッパ？いいバカ！ダチョウに育てられた少年。動物に育てられた人間の中でもかなりレアケースな存在としてダチョウに育てられたハダラという少年がいたんです。もうここまででバカですよね、いろいろ。20世紀初頭、ネムダイ族という民族の少年ハダラは6歳の頃サハラ砂漠で迷子になり、両親と離れ離れになってしまったそうです。ネムダイ族は移動民族ということもあり、家族もハダラを探すことができず、少年は砂漠の真ん中で立ち往生していたんです。そんな時、目の前にあるダチョウの巣にある大きな卵を見つけ、食べようかどうか悩んでいたところ、いつの間にか親のダチョウが戻ってきてしまったんです。しかしダチョウは彼に気づいても特に警戒する姿を見せず、彼とダチョウはなんと一緒に暮らすようになったんです。バカか。少年はダチョウが食べていた雑草や昆虫なども食べるようになり、その生活に次第に適応していきました。また一方でダチョウも少年が群れから外れそうになると足を止めて待ってくれるなど、ダチョウも彼を仲間の一人として認識していたようです。このようにしてなんと10年にも及ぶ長い期間をダチョウと共に暮らしたんです。その後救助されたハダラは人間社会に復帰し、結婚して子供を持つようになりました。子供たちにダチョウとの奇妙な体験を伝え、2000年にはハダラの息子アフマドゥが語った父の物語をスウェーデンの作家モニカ・ザックが執筆し出版しているんです。あゆみこさん、これね、最後にね紹介するの2017年に見つかった野生児なんですよ。結構最近なんですよ、これ。最近、私じゃない？だとしたら怖えな、くせえな。怖い？くせえわ。臭い？臭い。グー。猿に育てられた少年。2017年、インド北部ウッタルプラデシュ州の森で少女が見つかったんです。少女は森林管理の担当者が発見し、その時には猿のグループと一緒で衣服をつけてない上に4足歩行し、人間に向かってキーキーと吠えるような仕草も見せたんです。保護しようとしても猿の猛攻により断念。いや、どんな世界だよこれ。その後、連絡を受けた警察が猿の攻撃を受けながらも、なんとか引き離すことができたといいます。少女は病院に収容されたんですが、最初の頃は与えられた食べ物は食器も使わず、床で素手で食べて、トイレの使い方さえもわからなかったそうなんです。保護されてからしばらくすると、少女は次第に人間らしい振る舞いをしていきました。しかし、病院の診断によると、精神と肉体に障害があることが判明したんです。この少女について、イギリスのガーディアン紙は、家族は面倒を見たくなかったというのが真実だろうとする人権活動家の見解を報じました。背景には女児より男児を好む一部風習や障害を持つ子供に対するインド政府の援助の貧弱さがあると指摘したんです。またタイムズ・オブ・インディアというインド国内の新聞も猿と生活する少女発見と報道し、事件はインドで大きな注目を集めたんです。すると同じウッタルプラデシュ州の45歳と35歳の夫婦が、なんと少女は自分たちの10歳の娘だ
と名乗り出たんです。イギリスのインディペンデント紙によると、夫婦は少女が発見される1年前に混雑する市場で買い物中、ほんの少し目を離した隙に娘を見失ってしまったと語り、そして娘は精神的に安定しないところがあると証言したんです。夫婦は娘がいなくなった翌日、警察に捜索願いを届け出たのですが、受け付けてもらえなかったそうなんです。仕方なく自分たちでビラを作って貼り出すなどして探したんですが、手がかりを全く得られず、誘拐されたか亡くなったものとして希望を失いかけていたといいます。夫婦曰く、私たちが警察を訪ねるたびに助けてほしければ金をよこせと言われた。どの警察官も取り合ってくれなかったと話しています。夫婦はそんな中、少女の発見を伝える報道を見て、自分たちの娘だと確信し、収容されている福祉施設を訪ねて面会をしました。父親は娘がどうして森にいたのか、どうやって生きてこれたのかも全くわからないと話していたんですが、少女とじっと見つめ合い、娘であると確信したようでした。しかし、それに対し、少女を保護した施設側では、面会の際に少女が父親に反応しなかったとし、引き渡しには正式な親子関係の確認をしなければならないと判断したんです。さらには、親子関係を証明する DNA 検査のために、またしてもお金が必要であると訴えているそうなんです。いやーね、もうね、お金なかったら捜索してもらえないとかね、そういう大人の事情があるのはね、もうほんとひどい話ですよ。まあそうね。普通に育てられてたら野生動物に引き取られるなんてありえない話だよね。確かに。そしたらね、この毒キノコみたいなやつ生まれてこないですよね、ほんと。は？様々な研究がなされるも未だ謎多き天体ブラックホール。果たして人間の体がブラックホールに吸い込まれた時、我々の体は一体どうなってしまうのか。